今回は金消しに色付け動画シリーズ当時ものレギュラーサイズパート15ブラック相撲をペイントします。筋肉マン劇場版第2作の大暴れ正義超人に登場したキャラクター、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート15のカプセルに同梱されていたブックレットです。表面はカラー刷りで、このパートの技消しがずらり。ステカセキング対ウォーズマン、筋肉マン対悪魔将軍、ゴールドマン、シルバーマンなど、そして裏面に今回塗装の金消しを含む劇場版第2作の登場キャラクターがイラストで、このパートは前段の運命のご王子の続きではなく、劇場版キャラに振ったラインナップでした。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが、致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。当時もののレギュラーサイズ、高さは4センチです。巨漢超人らしい重量感あるフォルムをした金消しです。塗装後のレビューを先に。彩色は濃い茶色、チョコレートブラウンを中心に黄色、オレンジで構成された配色です。先日塗装した宇宙の武士ブラックスモーマンとは別超人です。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。モデルカラーのダークグレーです。濃い色味のファレホのグレーです。腰巻きコスチュームのベルト部分、腕部、脚部も一部、頭部もちょうど曲げに当たる部分に塗りました。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないようにシタデルカラーのテクニカル、ダーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れるシタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。続いて黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローです。目や回し風コスチュームの各所に。隠蔽力には課題のある黄色ですが、このカラーは濃い色味で優秀です。続いてゲームカラーのオレンジファイヤーです。目元、頭部周り、手の装甲、脚部の装甲などに、下地も装甲してうまく色が乗っていってくれました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。ファレホの隠蔽力が強いのは、顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。消しゴムフィギュアの塗装では、最初に行っている可塑剤抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている可塑剤は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。
最後はモデルカラーのチョコレートブラウンです。今使っている茶色塗料では最も濃い色味のカラーです。フェイス、ボディ、腕部、脚部。今回の塗装では一番面積の大きかったカラーです。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。かかった時間は約60分の塗装でした。ブラック相撲は劇場版大暴れ正義超人に登場。ブラックエンペラーの部下の超人で力士マンと対戦しました。劇場版パンフレットによると超人強度850万パワー。ブラック軍団で1対1の対戦前には集団で力士マンを襲ったりもしますが、結局は撃破されました。ブラック相撲は力士マンの合掌ひねりで敗れますが、このキャラクター、先般塗装のブラック相撲マン、宇宙の武士とは別キャラですが、ネーミングもよく似ています。力士マンに相対する巨漢の相撲レスラー系超人は、スペシャルや劇場版ではよく登場しました。劇場版第2作の大暴れ正義超人は、1984年12月に公開の映画で、出来事としては、7人の悪魔超人編と黄金のマスク編の間のストーリー設定。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装、当時物レギュラーサイズパート15のシリーズのブラック相撲を劇場版登場カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。